ディプロマシーイズノットアンオプション。今回は超久々にこちらのゲーム、エンドレスモードで500日の節目を超え、究極まで強くしたのでちょびっと動画にしてご紹介。そうただどやりたいだけの動画である。そうとも言う。そんなわけで普通のプレイ動画が見たかったら、過去にやったのを概要欄に載せるのでそちらをよろ。今プレイ中のデータはエンドレスの難あり警告。ちなみに日数を重ねるごとに敵の HP が増える歴戦の猛者モードはオフ。へたれ。いやどのくらいまで国が大きくできるか興味あったから継続できる国づくりを目指してたんだよ。言い訳すんな早口になってんぞ。ではそんな感じで498日目からロードで開始だー。これが私の作った究極の王国。ぎっちぎちに作り込みました。総人口は1万人を突破。隙間がほぼ残っておらずもう開発する余地がありません。超人口密集地である。食料の供給とかもギリッギリの体制であります。まあ倉庫を作る土地を増やせれば余裕できるんだけどな。倉庫建てるスペースあるなら家建てたいし。ここは明日の食料を前日に作る、自転車総量のヤバい国である。ちなみに増えすぎた住民たちは意味もなく兵士になっております。無職で放置しとくと伝染病が流行った時に、うろうろして病気が蔓延するのをこれで防いでます。まあそこにいる奴以外にも、壁際にすでにいっぱい配置されてるけどな。壁に配置してるのが主戦力で防衛は彼らだけで補ってるよ。よく見ると壁の隙間にぎっちり配備されとる。これ一つずつ配置するのマジ疲れた。これはあたおかと言わざるを得ない案件だな。失敬な。ちなみに壁の隙間はたる地雷なんかも設置されてるよ。芸が細かい。主に戦闘で活躍するのはこの巨大な塔の上の平行水透石機。いわゆるトレビュシェットってやつだな。壁に取り付いた敵は土兵や小さい透石機も対応するけど、遠くはトレビュシェットが最適だね。攻撃範囲が広いのが正義だぜ。でこの赤い範囲が建築不可の範囲で、これ以上広げられないギリのところに壁作ってます。もうこれ以上拡張は無理。ではこの左角からぐるっと一周回ってみましょ。言えづらー。隙間がないので住民は通行できません。それどうやって生活してんだよ。屋根伝いとか？多分、適当だな。この辺りの農場とかはかなり頑張ったよ。効率化のため何度か再開発しました。壁際の防衛戦力に目が行きがちだけど、内政面もがっつり作り込んだのな。まあ防衛は200日くらいで完成して、あとはずっと最適化をしてた感じだったよ。さいですか。こういう一直線の壁より、四隅の角の方が敵が集まりやすいから可動防衛厚めにしたりしたよ。そういうのもあったのな。人口1万人を途中で目指し出して、防衛削って家や農地にしちゃって少し弱体化したりもしたけど、防衛は壁ちょっと削られる程度で余裕な感じになりました。こうしてこのぎっちぎち王国が完成したってこったな。こんな感じで今499日、ついに500日の節目だー。明日はきっとフェスティバルだぜ。そういえば研究はもちろん全開放済み。この魂奪いなんかは敵の工場兵器が根性を一定確率で落とすようになるので強かったよ。これで魔法も打ち放題。ちなみに研究を終えた後大学と厩舎は破壊。土地がないんじゃ。なお現在の根性の在庫はなんと2000個超え。1000個超えたあたりで拾うの面倒で、気が向いた時に掃除する感じで拾ってました。まあ最強魔法で10個しか消費せんし。祝500日のお祝いパレード。外への道が狭すぎて詰まっちまってるじゃねえか。重装歩兵同士がぶつかり合って肩の部分傷だらけになってそう。移動するのも一苦労。初戦以外は白兵戦はほぼなしでここまで来たけど、次の襲撃はこの大軍で迎え撃つぞー。我が国はついに反乱軍に反撃できる戦力を得たのだ。あ、ちょこっと敵の襲撃来てる。透石機の攻撃が容赦ねえ。まあ小規模な襲撃なら、この通り壁に触れられることなく制圧できるよ。圧倒的な防衛力。屍ルイルイ。なーむ。ちなみに城壁の真ん中が少し耐久削られてるのは、敵の透石機の攻撃の後。壁3枚だと範囲攻撃で受けた真ん中は、大工が作業できず修復できんのじゃ。さて現在の重装歩兵は680名、どんな布陣で配置しようかな？数が多すぎて応陣配置が難しいから分けるか。敵がどこから襲撃してくるかまだわからないしとりあえず適当に布陣。こっちは道を塞ぐようにぎっちり応陣か。小学生の体育の陣。おい、こっち側はナポレオンよろしく渋滞か。小学生の全校集会の陣。はい、学年ごとに少し隙間開けなさい。敵の襲撃まであと2日、のどかな生活が続きます。農場は常に戦場のような忙しさだけどな。サボると明日の食事はなし。そして襲撃前日、敵の襲撃予定地が判明しました。
今回の襲撃は北東と東南の敵営が濃い模様。東南には軍隊配備したから結果が見ものだ。せっかく綺麗に並べたけど、敵の出現位置に合わせて部隊配置移動っと。渋滞で並べたけど、横から食われたら悲惨な結果になりかねないぜ。我々が求めるは圧倒的な勝利、王たる私の威信を知らしめるのだ。圧政に苦しめられた住民の怒りなぞ、一周してやるぜ。見よこの精悍な面構えの精鋭たちを。いやフルフェイスのヘルメットで表情わからんだろ。あ、襲撃前なのに敵の先走ったのが攻めてきた。少数で攻めてくるとは根性はあるな。せっかく最終決戦に向けて綺麗に並べたのに。開戦まであと20秒、並べ直す余裕はないな。全方位から襲撃四面楚歌です。ついに来たか、全門を閉鎖、敵を殲滅せようおー、敵がわらわら湧いてきたー。皆の者ひるむな、ぶっ転がせー。少し敵の数が予想より多い、ヒーラーと投石機が少し食われてるぞ。だが敵の主力はこの東南の部隊だ。耐えてこちらの部隊に兵をぶつけろー。東南方面の敵の編成は体力の多い多くは少ない。数は多いが大したことない。粛々と敵を狩れー。敵の大軍をうちの重装歩兵が押し込んでる。このまま壁に触れさせず勝つことすらできるかも。うわ北東の敵ほぼ全部オークじゃん。こいつら体力多いし攻撃力も高いから厄介だぜ。オークがなんぼのもんじゃー。投石機で石を投げろー。相手の生き物は大きな石が当たれば大体くたばる。投石機をフル稼働するんだー。撃て500日を生還した我らにかなうものなーし。敵もそれなりに投石機持ってきてるぞ。壁を破壊される前に処理するんだー。城壁を守る土兵よ。眼前の敵に恐れる必要はなーい。貴様らの後ろには強力な投石機が控えている。一列目の壁は無人だ。そこで倒せばやられることはないぞー。西側の戦闘も我が方が優勢。ここは私が一気に畳みかけるぜ。マスタースパーク。雑魚敵がいい感じに吹っ飛んでる。根性5個で撃てるからあと400発いけるぜ。明らかなオーバーキル。他にも根性10個でこんな魔法も使えるぜ。いいじゃー。こりゃえげつない火力。さらにサモン、ダークナイトそれは根性2個で少しの間戦ってくれる派遣戦士だ。たまにダークナイトも混ざってます。解説に嘘混ぜんなよ。てへ。研究のおかげで安価でたくさん呼べるようになったぜ。西は殲滅したけどまだ北側は交戦状態の模様。じゃこっちも景気よく魔法ぶっ破しちまうか。これまでの戦いほとんど根性使うことなかったから、今回はド派手にいっぱい使ってやりましょ。いけー、ダークナイト日本全国の伊藤さん、オラに元気を分けてくれー。キャッパー、数におごる反乱軍を数で対抗してやるぞー。囲んでぶん殴れー。はっはっは、数の暴力で屍類類。北方面も我らの圧勝だー。残すは東南方面だけかな？どうやら重装歩兵だけでほとんど勝敗決したようだぜ。敵がまだ湧き続けてるからもうちょいかかりそうな模様。じゃあ私の魔法でとどめやっちまうか。みーじゃー。もう一丁負けで、みーじゃー。あんたなんてことを。マリサさんの一撃で、59名の重装歩兵が亡くなりました。さあせーん。一かけらも反省してない？まあこの世界悪徳領主って設定だし。そうだった。不幸な事故は発生したがまだ敵は湧き続けている。突貫して勝利をもぎ取れー。このまま敵を押し込むのだー。いっけー。湧きポイントに群がって、スポーンと同時にボコルの巻。こんなんされたら普通心が折れると思う。愚かな反乱軍よ、我らの強さ、思い知ったかこれに懲りたらもう反乱なんて起こすんじゃねえぞ。こうしてマリサのフレンドリーファイアがあったものの、我が軍は壁一枚壊されることない圧勝を手にした。さあ勇者たちの凱旋だ、完成で出迎えろー。私のこしらえたこの後ろ、人口1万超えたし500日防衛も成功。もう何者にも犯すことのできない、最高の後ろと言って過言ではない。いやいや調子こいたらちょっとしたことで、こんな城あっさり落ちちまうかもしれないぜ。んなわけないよ、やれるもんならやってみろって感じだよ。ではお言葉に甘えて、くらえー、みーじゃー。うわー、マリサ、あんた何し腐ってんのよ。だが一撃食らったところで城は落ちぬ。キャッパー、みーじゃ連打だー。それはさすがに無理って、じゃあ。こうして悪徳領主レイムの国は、相方の反乱によって終止符を打ったのであった。やっちゃった、てへ。こらー。生存日数506日、カンパしたウェーブ82、駆逐した数139万758でした。こんな感じのディプロマシーイズノットアンオプションエンドレスモードでしたが、いかがだったでしょうか？悲
久々にちょっと遊ぶつもりががっつり遊ぶくらいには楽しめるゲームでした。今後もこういったゲーム動画配信してくから、よかったらチャンネル登録よろしくなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。